やつですね。でサンプルね、昔全部このローで作ってました。でテレビでよくね、ローでレタスを作ったり天ぷらを作ったりしてるところね、放送してると思いますけども、はい、見たことある人、はい、見てますか？はい、はい、例えばね、ローでレタスを作るとき、はい、水槽にねお湯を入れます。大体お風呂の温度ぐらいね。でこのローを溶かしてレタスの色をつけるんですけども、普通3色、白色と黄緑色と緑色。白色っていうのはレタスの芯に近いところね。で黄緑が葉っぱで緑が葉っぱの先端です。でその色をつけたローをね、順番にそのぬるま湯の上に浮かせます。白色、黄緑色、緑色順番でね。で浮かせたローの両端を持ってそのローをね、湯の中に空落しながら引っ張り上げます。そうするとローが固まって板状になるんでね、それを丸めて半分に切ると、切ったところがレタスみたいな。はい、こんな感じですね。はい、見ますか？はいはい、これがね、はい、ローで作ったかき氷、ね、はい、でこんな風にしてね、昔ねサンプルローで作ってました。で今日ね、皆さんお使いになったね、そのパフェとかケーキのトッピングの具材、いろんなフルーツとかアイスクリームとかね、これ全部ビニールでできてます。で絞ったクリームのところね、これはシリコンのコーティングだ。今はビニールを主に使いながらね、シリコンとかね、いろんな樹脂で作るようになってます。ただね、皆さんテレビでご覧になったみたいにね、ローで作っているところばっかりね、よくねテレビで放送してますからね、今でもサンプルローでできてるって思ってる人の方が多いんですけどもね、実際はもうかなり前からそんな風にビニールを中心にしてね、いろんな樹脂で作るようになっているということですね。でサンプルね、作っていく時に一番最初に作るもの、はい、こんな型を作ります。でこの型を作る時のね、原型になるもの、元の型になるものっていうのはね、基本的には本物の食べ物からね、型を作っていきます。でそれなぜかというとね、その食べ物の形と食べ物の表面には面それぞれ凹凸ありますね。例えばみかんでしたらみかんの袋のブツブツ感ね。で本物の食べ物を原型して型を作ってね、成形することによってその食べ物の形と表面の面がコピーできますからね、それによって本物の質感を出していくため、基本的には本物の食べ物から型を作っていくということですね。で型を作る方法なんですけどね、これローで作ってた時っていうのはこの型を作る材料、これね寒天でした。皆さん寒天食べられたことあると思いますけどね、皆さんが食べられてる寒天よりもね非常に濃度の濃いものを作ります。ですから固めた時っていうのは、こんにゃくみたいな感じと思ってください。はい、例えばね、缶詰のみかん、型を作る前でしたらね、はい、最初に缶詰のみかん買ってきます。でこういう四角い箱の底にみかんをきれいに並べてね、でその箱の中にね、上から濃度の濃い寒天を流し込みます。で寒天が固まってから箱から寒天を抜いて中のみかんも全部取ります。そうするとこんなふうに寒天の表面にみかんの型ができますからね。でこの溶かしたローにみかんの色をつけてね、その寒天の型の中に流し込んで、ローのみかんを作ってました。で今はねビニールで作ってますからね、はい、型を作る材料、これシリコンのゴムに変わってます。でローとビニールのね、成形の違い、作る時の違いっていうのはね、当然これローはね熱を加えると溶けますし、冷やすと固まりますけどもね、サンプル屋さんでよく使っているビニールっていうのは、はい、こんなふうにね液体です、もともとね。でもねこれローと反対で熱を加えると固まります。で今色白いですよね、これ固めるとね透明になります。でここにねみかんの色をつけて、はい、この型の中に流し込みます。でそこにねオーブン見えますね、そのオーブンの中でねだいたい170度ぐらいの温度でね、これぐらいの大きさの型でしたら10分ぐらい中で実際に焼きます。そうするとね型の中に流し込んだビニールが中でこんな風に固まってね、はい、ビニールのみかんが、皆さん使ったビニールのみかんが出来上がるということですね。はい。